マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、ついに3月が近づいてきましたね。日本で3月といえば本当にイベントが盛りだくさんの月です。例えば3月3日は、女の子の健やかな成長を願うひな祭りがあったり、あとは3月14日はホワイトデーですね。そして、卒業式のシーズンでもあり、3月末からはたくさんの人が楽しみにしているお花見も始まります。なんですが、こうした華やかなイベントの裏で、日本人にとってとっても重要で、そしてある意味では戦いとも言えるイベントがね、もう一つあります。それはですね、引っ越しです。うん。なんで3月に引っ越しが集中するのかっていうと、日本では新学期や、あとは会社の入社、そして人事異動などもすべて4月1日に一斉に始まるからなんですね。なのでこの時期は入学、入社、そして会社員の転勤などがすべて重なるため、引っ越し業者の予約が本当に取りにくくなるんです。で、予約が取れずに引っ越しができないっていう人たちのことを引っ越し難民と呼ぶほど、これは大きな社会問題となっています。で、料金も普段の2、3倍に跳ね上がることもあるので、本当にこの時期はまさに引っ越し戦争の時期なんですね。はい。ということで、今日はですね、日本の引っ越し文化についてお話をしていきたいなと思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それから、このマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっております。興味のある方はぜひ概要欄をご覧ください。はい、先ほどもお話しした通り、3月は引っ越し料金が普段の2、3倍に跳ね上がることもあるんですけど、え、本当に 2、3倍もって思いますよね。はい、そうなんですよ。本当に2、3倍上がります。皆さんだいたいいくらくらいだと思いますか？不動産情報サイトの統計をね、参考にしながら、一人暮らしの平均的な費用を皆さんと一緒に見ていきたいなって思うんですけど、まず、同じ都内での移動のような、近い場所、短距離の場合ですと、普段は3万円から5万円ほどなんですが、3月や4月になると、8万円から15万円くらいまで上がります。もうこれだけでも2、3倍ですよね。うん。で、次に東京から静岡のようなちょっと距離が離れている、中距離ですね。中距離の場合は普段は5万円から7万円のところが、この時期は15万円から20万円ほどになります。はい。そして、東京から大阪のようなちょっと遠い場所、長距離になると、普段は8万円から10万円ほどなんですが、この時期は20万円から30万円以上になることもあるそうです。もう本当にこれだけ高くなるので、もうこんな感じで交渉とかもできずに、業者の提示した金額を払うしかないっていう状態になってしまうんですね。そしてもっと驚くのは、家族でのお引っ越しですね。例えば、3人とか4人家族なら、普段は10万円から15万円で済むところ、
この時期は40万円から60万円を超えることも珍しくありません。で、私が、ちょっと前に見たニュースなんですけれども、本当にびっくりした内容があったんですけどね。3人のご家族が、ご夫婦の都合で3月末に仙台から名古屋に引っ越すっていうことがね、決まったそうなんですよ。で、仙台から名古屋までは、だいたい距離で言うと700キロぐらいあります。それで、ある引っ越し業者に見積もりをね、お願いしたそうなんですね。そうしたらなんと92万円を超えたそうです。もうびっくりですよね。もうほぼ100万円ですよ。高すぎる。そう。それで、そのご家族は、もう一社別の引っ越し業者にも見積もりをお願いしたんですよ。そうしたら、その業者では77万円と言われたそうです。で、もうこの2社で見積もりを取って、もう悩んでる間に予約が埋まってしまっても困るっていうことで、結局ね、この77万円の引っ越し業者と契約をしたそうです。でも77万円も十分高いですよね。うん。私このニュースを見て本当にびっくりしました。って、そんな高いのと思って。うん。で、ちなみにこの見積もりっていうのが何かっていうと、サービスや商品を買う前に、だいたいいくらぐらいかかるかっていうのを計算して出してもらう金額のことを言います。引っ越しの基本料金だけでもこんなに高いんですけど、実はその他にも日本ならではの追加費用だったり習慣があります。まず一つ目は心づけという習慣です。で、日本には基本的にチップ文化っていうのはないんですけど、引っ越しの日は例外の場合が多いです。作業員の方に一人ずつにね、1000円ほどを小さな封筒に入れて、よろしくお願いしますって言って渡すっていうこともあります。で、これを渡すと、業者さんの荷物を扱う手つきがより丁寧になるっていうね、そんな説もあります。はい。でも最近は、その現金の代わりに、人数分の冷たいお茶やコーヒー、エナジードリンクなどを差し入れするっていうのもね、一般的なマナーです。で、私はいつも引っ越しをするときね、その業者さんの人数より少し多めの飲み物を、いろんな種類買ってお渡しするっていうのをね、いつもやっていました。そして二つ目は、おまかせパックです。日本の引っ越しっていうのは自分で荷造りをするのが基本です。で、業者の方がすべて梱包してくれるサービスを希望する場合は、このおまかせパックっていうのを選ばなければいけないんですね。で、これは人件費がかかるので、料金は通常の1.5倍から2倍ほど跳ね上がります。あとは、安いプランの場合、段ボールが有料の場合もあるので、これもね、ちょっと注意が必要です。そして3つ目は、粗大ごみの処分費用です。日本では家具とか家電を捨てたい場合は必ずお金を払ってシールを買わなければいけません。で、そのシールが粗大ごみシールって言うんですけど、そのシールを買って、そして捨てたい家具や家電に貼るんですね。で、それを、回収日までに外に出しておくと、それを業者の人が回収をして処分してくれます。はい。なので、例えば、ベッドだったり、冷蔵庫とか、洗濯機とかね、そういったものを処分するだけでも、数千円から
多いと数万円の出費がね、発生することもあります。で、今、繁忙期の料金について説明をしたんですけど、逆に一番安く引っ越しできる時期っていうのもね、気になりますよね。それはですね、6月から8月の閑散期です。はい。で、この繁忙期と閑散期っていう言葉なんですけれども、繁忙期が、仕事やサービスの利用がとっても多くて忙しくなる時期のことを繁忙期と言います。で、反対の言葉で、お客さんや仕事が少なくてあまり忙しくない時期のことを閑散期と言います。なぜこの6月から8月の時期が安いのかっていうと、まず一つ目の理由は日本の夏の暑さです。皆さんもご存知の通り、日本の夏って本当に暑くって湿度もすごく高いんですよ。なので、この時期に重い荷物を運びながら引っ越しをするっていうことは、もう本当にまさに地獄っていう、そんなイメージが強いんですね。だから、あえてこの時期に引っ越そうとする人っていうのはあんまり多くありません。はい。そして2つ目の理由は、4月のような大きなイベント入学式とか、あとは人事異動とかね、そういった、イベントがあまりないんですよね。なので、引っ越し需要っていうのが一気に落ちる時期だからですね。はい。で、この時期はメリットが本当に多いです。で、料金が1年で一番安くなるっていうのはもちろん、引っ越し業者にも日程の余裕があるので、普段よりもね、もっと丁寧なサービスを受けることができたり、あとは値段交渉がしやすくなります。例えば見積もりを出してもらって、ちょっと高いな、もうちょっと安くしてほしいなって思った時に、すいません、もう少しだけお安くなったりしませんかとかね。そういった交渉が、この忙しくない時期だとしやすいんですよね。で、それに対して、対応してくれるんですよ。引っ越し業者さんも。じゃあ、もう少しお安くしますよって言ってね、ちょっと値段を下げてくれたりとかしてくれるので、こういった交渉もしやすくなります。はい。なので、暑さに自信があるよっていう方だったら、あえてこの時期を狙うっていうのもね、いい方法なのかなって思います。はい。そして、引っ越しが終わったら、次は荷物を整理しなければいけませんね。これを荷ほどきと言います。で、この荷ほどきにも日本ならではのポイントがいくつかあります。一つ目は、業者は置くところまでっていう点ですね。日本の引っ越しでは大きな家具や大きい家電とかはね、指定した場所まで運んでくれて、そこに置いてくれるんですけど、箱の中身、段ボールの中身を出すっていうのは自分たちの仕事になります。なので、あらかじめ配置図とか、そういうのを渡しておけばね、業者の方がそれぞれの部屋まで段ボールを運んでくれます。でもその後は自分で一つ一つ段ボールを開封して整理をしていかなければいけません。で、すべてお任せするっていうプランもありますが、基本的にはこのように自分で開封をして整理をするっていうのが一般的ですね。そして2つ目は、段ボールの山との戦いです。はい。荷物整理が終わると、今度は大量の段ボールの空き箱がね、残りますよね。で、大手引っ越し業者なら、後日、段ボール回収に来てくれるっていう、そんなサービスがあるんですね。ただし、これって日程が決まっ
っていることが多いんですよ。なので、その日までに必死で荷ほどきをしなければいけないんですね。で、もし回収日に間に合わなかったり、あとは自分で処分をしなければいけないっていう場合は、一つ一つ折りたたんで、紐でこう一つに束ねて、段ボールね、いっぱいありますよね。それを一つに束ねて、それで資源ゴミの日に出さなければいけないので、これもね、本当に大変なんですね。そしてもう一つ、引っ越しの挨拶についてです。昔から日本には向こう三軒両隣っていう言葉があって、これは自分の家の向かいの三軒と、あとは左右の隣の家のことを指します。昔の日本では、この範囲の家同士の関係がとっても近くて、助け合ったりだとか、あとは挨拶をしたりするっていうね、大切なご近所付き合いがあったんですね。そのため、引っ越してきた際には、家の前の3軒と、あとは両隣に、タオルなどのちょっとしたプレゼントを持って挨拶に行くっていう習慣がありました。でも最近は少し雰囲気が変わってきています。特に一人暮らしの人だったり、若い世代、あとは女性の方などは、プライバシーとか、あとは防犯のことを考えて、あえて挨拶に行かないっていう人も増えてきています。時代の流れとともに、お互いに干渉しすぎないっていう考え方もね、広がってきていますね。そして引っ越しが終わったら忘れてはいけない大事な手続きがあります。それが住所変更です。もし別の区や別の市へ引っ越しをする場合は、まず引っ越す前に以前住んでいた区役所や市役所で転出届っていうのを出して、そして転出証明書っていうものを受け取ります。で、その後14日以内に新しい区役所や市役所に行って転入届っていうのをね、出さなければいけません。で、この2つがセットっていうのがね、ポイントです。でも、同じ区や同じ市の中で引っ越しをする場合には、区役所や市役所で転居届だけを出せば終わりです。はい。で、現在、日本に住まれている外国人の皆さんは、どんな場合でも、在留カードの裏面の住所更新をね、絶対に忘れないようにしてください。これを忘れてしまうと、後で本当に困ってしまいます。なので、気をつけてくださいね。はい。それから、郵便局で転送届っていうものがあるんですけど、この転送届を出しておけば、1年間無料で郵便物を新しい住所へ転送してくれますので、この手続きもね、忘れずにすることをお勧めします。それでは最後に、引っ越しあるあるについてご紹介したいと思います。まず一つ目は、引っ越しギリギリで荷造りを始める。はい。これも結構経験された方多いんじゃないかなって思うんですけど、もうギリギリになって荷造りを始めちゃうんですよ。で、もう本当に時間がないから、とりあえず段ボールに全部突っ込むんですよ。で、急いで適当に詰めちゃったから、新居に着いてから、あれあれどこだっけとかね。そういったことがすごい続くんですよね。もうそうすると、その荷造りをした時に、もう適当に入れちゃった、その過去の自分にすっごくイライラするんですよね。そう、私も何回かこの経験ありますね。もうなんであの時、ちゃんと考えて段ボールに入れないのっていうね。はい、そんなこともありますね。二つ目は、荷造りをしないといけないのに、思い出が出てきて作業が全然進まない。はい、これもですね、もう大体の人、これ絶対経験あるんじゃないかなって思うんですけど、
もうその荷造りとか作業をしていたら、学生時代の卒業アルバムが出てきたり、それから友達との交換日記が出てきたりね、あとはお手紙が出てきて、もう作業そっちのけで思い出に浸っちゃうっていう。もうそれで全く作業が進まず一日が終わってしまったっていうね、そんな経験あると思います。ちなみに私はこれもう毎回経験していますね。3つ目は床で食べる引っ越し弁当。はい、引っ越しの初日とかって、こうテーブルとかもまだ組み立ててなかったり、あとキッチンもこうガスが通ってなかったりして、使えないことが多いですよね。だから初日の夜は床に新聞紙とかを敷いて、コンビニ弁当だったり、あとはデリバリーで注文したご飯を食べるっていうのが結構定番です。はい。で、なんかね、不思議なんですけど、そのまだ何もないガランとした部屋の中で食べるコンビニ弁当とかって、いつも食べるお弁当の味とはちょっと違うんですよね。なんかね、なんか特別な味がするんですよね。うん。なので、そういったちょっと独特な、こうちょっと特別なワクワク感って言いますかね。そういったものは、引っ越しの時にしか味わえないなって気がします。4つ目は、引っ越し後、どこに何を入れたかわからなくなってしまって、段ボールを開封しまくる。はい。これもね、さっき1番目のね、あるあるでも言いましたけど、やっぱり時間がなくって、もう適当にこう全部入れちゃうっていうこともあるので、もう本当にどこに何を入れたかってわかんなくなっちゃうんですよね。で、人によってはね、こう、どの段ボールに何を入れたかって、ちゃんと段ボールにこう書く人もいるんですけれども、時間が足りなくなると、もうその作業もできなくなっちゃうんですよ。そうすると、もう新居で大変なんですよね。明日会社にあれを持っていかなきゃいけないのにとか、学校にあれを持ってかなきゃ、あれを着ていかなきゃいけないのに、どこみたいなね。もう前日パニックみたいな。それでもう一つ一つこう開けなきゃいけなくって。そう。それで整理をしなきゃいけないのに、全部の段ボール開けて、こういろいろ探したから、また部屋が散らかっちゃうみたいなね。こういったこともあるあるかなと思います。はい、今日はですね、日本の引っ越し文化についてお話ししました。いかがでしたか？最後に日本で引っ越しをするときに知っておくと安心だよっていう話をね、一つ紹介したいと思います。はい。例えば皆さん、日本で家を探しているときに、条件はすっごくいいのに、家賃がびっくりするほど安いっていうお部屋を見つけたら、皆さんならどうしますか？うわー、ラッキーって思って、すぐ契約したくなりますよね。うん。でも、そんな時に、日本ではチェックする人も多いサイトがあります。それが、大島テルというサイトです。で、このサイトは、サイトを開くとね、地図上に黄色い炎のマークがポツポツポツと表示されます。で、実はこれはその場所で過去に何か出来事があったっていうのを示すマークなんですね。例えば事故とかね。そういうのを気にする人ってこう皆さんの中にもねいらっしゃるかなと思うんですけれども、私も結構気にするタイプなんですよ。そう。だから、私は引っ越しをするときにね、必ず確認していました。はい。もちろん、すべてを気にしすぎるっていう必要はないんですけど、日本でね、お部屋探しをするときには、こういった視点もあるんだなーって、知っておくと安心かなと思います。
はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。